世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターの水香です。皆さん、食べることはお好きですか？日本には海外の人々から羨望されるほど美味しい食べ物があふれていて、日本食レストランは世界中に増え続けています。しかし、日本食とは別のあるレストランが世界的に年々増え続けており、そこを利用する人々も増加傾向にあるようです。今回は他の先進国とは違う日本と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。レストランの美味しさを伝えるグルメガイドの中でも圧倒的存在のミシュランガイド。三つ星レストランと聞くと、一度は食べてみたいなぁと思いますよね。近年、植物性のメニューを提供する店舗が年々増え続けており、2021年だけでもミシュランの81個分の星がビーガンやベジタリアンの店舗に与えられたのだとか。そんな中で以前、海外で話題になっていたのは、イギリスの週刊新聞エコノミストが伝えたビーガンや純菜食主義の人々が世界的に増えているという件。その根拠として、日本、アメリカ、ドイツ、イギリスの4カ国でビーガン、レストランと Google で検索する人が年々増加している点が挙げられていました。そのデータ画像がこちら。新型コロナウイルス感染症の影響により、全体的に検索数が減少した時期があるものの、ワクチン接種が始まったことによりコロナ後が見据えられ、再び検索数が伸び始めるなど共通した動きが見られ、世界的に興味を持つ人が年々広がっているといった見解のようです。しかし、日本だけはなぜか単年だけ急騰したり、コロナ前より大幅に減少しているなど、非常に独特な動きを見せており、このデータに対して海外の人々からは様々な反応が寄せられていました。その一部をご紹介していきましょう。海外の反応。日本の検索数は相対的に少ないのが興味深いね。コロナの時期には日本ではゼロになってるけど、アメリカではそう変わってないのも不思議だ。日本は流行らせるものですかって感じだな。純菜食主義ってどういう意味？場合によってはお肉も食べるってこと？そうだね。実は純菜食主義が一番健康的だよ。お肉の量を抑えられるから、何でも摂りすぎは良くない。それって、もはや普通の人ってことなのでは？少し違うかな。野菜を中心とした食生活で、たまにお肉も食べるというのは間違いじゃないけど、お肉は鶏肉か魚しか取らないのよ。自分は菜食主義から肉食主義に変わった。菜食はどうしても自分の体に合わなかったんだ。世界中で菜食主義が広がってほしい。だって肉が安くなったらもっとバーベキューができるもん。気候や経済が不安定な今、菜食主義は人類の未来だと思う。私たちの国ではお肉の値段がものすごく高くなってるから、食べたくても食べられないだけだと思う。そうだね。僕も菜食主義が世界的に広がってるのは肉が高いっていうのもあると思う。ああ、それはあると思う。明らかに国民から購買力が失われていってるもん。先進国の人たちは20年前より貧乏になってるよ。豊かになった人だっているけど、それ以上に貧乏になった人が多い。ビーガン料理の方が高くつくけどね。ビーガンの方が食費がかかるって言ってる人がいるけど、豆やじゃがいもは肉よりはるかに安いよ。私は45年間菜食主義を続けています。すごい。私も4年間ビーガンを続けたけど、体調を悪くしてやめちゃった。私の周りにはしばらくしてやめる人が多い。日本とかアメリカとかの先進国における高級品は、それ以外の地域では一般的な食べ物なんだよな。僕の国は肉の消費量が低い。何もビーガンだからとかじゃなくて、お肉はものすごく高いから。企業同士が違法に手を組んで高値を設定してるんだよ。笑うしかないよね。もしお肉の消費量を減らしたいなら、僕の国を参考にしてみてね。日本で爆発的な上昇が起きた理由は何だ？
日本の動きだけが異様だよね。一体どうなってるんだ。あの国で一時的に興味が高まった謎を誰か解明してくれ。パンデミックの時には4カ国とも関心が減ってるね。それどころじゃなかったってことかな。どうにかなる前にやっぱり肉を食べておこうってこと？日本以外でビーガンが広がってるのはいいことじゃないか？今まで予約が取れなかったようなステーキ店でもこれからは行きやすくなるってことだし。日本人って野菜が好きなイメージがあったけど、このデータを見るとそれは間違ってたんだと感じた。日本人があまり菜食主義に興味がないのは意外だよね。70年代と80年代初頭も同じトレンドでお肉に代わる食材が注目されてたわね。流行は繰り返すんだわ。日本人がビーガンに興味が薄いのは料理の種類の幅や多様性も関係してそう。ヨーロッパでは肉食の人口がやや減少してるけど、所得水準が上がってる途上国では逆に増えてきてるという事実もある。別に菜食が義務にならない限りパーセンテージが伸びようと気にしない。大事なのはお互いの主義主張を尊重することだ。誰だって好きなものを好きな時に食べればいいのさ。以上が海外の人々の反応でした。海外の人々も日本の動向は不思議に感じたようですが、日本がコロナ後、他国とは違う推移を示す理由は、コロナの流行が収まらない中で単純にレストランへ行くのはまだ早いと自粛する人が多かったからかもしれませんね。しかし、不思議なのは2008年頃の一時的急上昇。2008年といえば中国、インドなどの成長著しい新興国からの需要拡大や投機的取引により原油、穀物、金属などあらゆる商品の価格が急騰してガソリン価格、航空運賃、電気、ガス料金、食品価格などが軒並み上昇した時期でした。国民生活に多大な影響を与えたこの出来事から菜食主義を考える人が増えたのでしょうか。探ってみましたが明確な答えは見つかりませんでした。皆さんはどう考えますか？ぜひコメント欄で教えてください。さて、ここからは最も一般的な菜食主義であるベジタリアンと近年メディアなどでも取り上げられることが増えたビーガンの違いについてお伝えしていきましょう。ベジタリアンとビーガンは肉や魚を口にしないという共通点から混同してしまいがちですが、本質は大きく異なります。ビーガンは1944年、イギリスでビーガン協会が創設された際にドナルド・ワトソン氏が命名したとされており、その根本にある目的は人間による動物の命の搾取を終わらせることです。少しでも動物を苦しませないために動物由来のものを避けるので、ベジタリアンとは違い卵や乳製品も避け、そして口に入れるものだけでなくシルク、毛皮、ウールなど採取の過程で動物を苦しめることにつながる製品も避けます。また、蜂から蜜を奪うことで得られる蜂蜜も、昆虫由来のコチニール色素が入った食品も摂取しないなど、自分の生活の中で可能な限り努力をし、犠牲を減らそうと取り組んでいる人々がビーガンと呼ばれるそうです。中には行き過ぎた思考から畜産業や漁師の人たちに向けて強い悪意で責め立てる事件も発生しているため、一種の宗教のように捉えられ、嫌悪感を抱いている人も少なからず存在しますが、ビーガンの人口は年々増え続けており、それに伴い市場には新しい植物性食品が増えています。これについては賛否両論ありますが、野菜中心の食生活は健康にも環境にもいいと科学的に証明されているようです。卵や肉類には人の体に必要なタンパク質が含まれている一方、カロリーやコレステロールも多く含んでいるため、日常的な過剰摂取は生活習慣病を招く恐れがありますが、野菜はカロリーが低く、食物繊維を多く含むので、体内のコレステロールの蓄積を防ぐことができ、内臓脂肪の減少につながります。そして、消化に約12時間から24時間かかる肉類と違い、野菜は2時間、果物は40分ほどで消化が完了するため、疲労の蓄積も防いでくれ、心臓へ与える負荷も少なく済むので、心臓病発症のリスクも下がるのだとか。また、お肉を食べ過ぎて腸内へ送られた動物性タンパク質は悪玉菌の増殖、腸内環境の乱れを引き起こしますが、食物繊維が多い野菜は腸内環境を整え、便秘解消にもつながり、大腸がんも予防できるそうです。
しかし、いくら野菜の方が体にいいと言っても、ある一種類ばかりを摂取し続けるのは体に良くないですし、動物性食品の摂取を極端に減らしてしまうと、筋力や集中力、免疫力の低下に加え、ビタミン B12 不足による貧血も指摘されています。愛護や環境、健康など様々な側面はありますが、何を目的としても自分に合ったペースで少しずつ取り組むことが大切なのかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしています。